第二次世界大戦でアメリカが勝った要因って聞くと、多くの人が思い浮かべるのってやっぱり圧倒的な工業生産力とかジープとかシャーマン戦車みたいな、そういう物量ですよね。そうですね。そのイメージは非常に強いです。ただやっぱりその何百万という兵器や車両を動かして整備して前線に届け続けたのは結局のところ人なんですよね。まさに。で、今回はその人をどうやって管理したのかっていう点に深く切り込んでいきたいなと。はい。アメリカは兵士一人一人の才能をどうやって見つけ出してあの巨大な戦争マシンを動かしていたのか。そしてその完璧なはずのシステムが実は最前線の部隊を崩壊寸前にまで追い込んで兵士たちの間に深刻な圧力を生んでいたっていう、その光と影の物語を一緒に見ていければと。いやー、面白いテーマですね。武田信玄の人は石垣人は城という言葉を引くまでもなく、人の能力を最大に引き出す組織が強いっていうのは古今東西の真理ですから、特に近代戦では最新兵器を持っていること以上に壊れた戦車を前線で直せる軍隊こそが最後に勝つわけです。なるほど。今回の目的はその勝利の裏にあった巨大な人材管理っていうシステムそのものを解き明かすことですね。なるほど。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃しにならさないようにチャンネル登録もお願いします。では早速そのシステムの原点から見ていきたいんですが、物語の始まりは第一次世界大戦からということですよね。そうなんです。20世紀に入って戦車、航空機、無線通信といった新兵器が次々に登場して、もう戦場のルールが根底から変わってしまった。もはやただ勇敢に突撃するだけでは勝てない機械化戦争の時代の幕開けだったんです。はい。最新兵器ももちろん大事ですけど、それが壊れた時に直せる専門の人材がいるかどうか、その存在がもう勝敗を分けることも少なくない。今回の話の核心はまさにそこにあるわけです。ということは国としては国民の中に隠れてるはずの機械を扱える人をどうやって見つけ出すかという課題に直面したわけですね。例えば農場でトラクターを修理していた若者とか、町の工場で働いていた職人とか。その通りです。その才能を見つけ出せるかどうかが国家の死活問題になった。そこでアメリカ軍が始めたのが科学的な人事管理でした。1917年に人事分類委員会という組織を立ち上げて、入隊してくる膨大な数の新兵をどう配置すれば最も効率的かという研究を本格的に始めたんです。その核心となったアイデアが兵士の資格カード。これ資料を読んで驚きました。兵士一人一人の職歴、技能、学歴、話せる言語まで標準化されたフォーマットでデータ化したんですよね。そうなんです。前職は自動車の車体工だったとか、電信技師だったとか、本当に細かく。すごいな。これは単なる書類以上の意味がありました。それまで言ってみれば銃を撃つ人という大雑把な数でしかなかった兵士をですね、はい、初めて特殊なスキルを持った個人として扱うという、これはもう発想の転換だったんです。でもその膨大なデータをどうやって活用したんでしょう。まだコンピューターもない時代ですし、何十万人ものカードを一枚一枚手でめくっていたら日が暮れてしまいますよね。そこが面白いところで、非常にアナログだけど賢いシステムを考え出したんです。ほう。カードに色付きのタブを使ったんですよ。タブですか？例えば緑色のタブは熟練工、つまり即戦力。オレンジ色は見習い工という具合にスキルレベルをパッと見て分かるようにしたんです。だから司令官がトラックを完璧に修理できる熟練整備士はいないかって要請すれば、担当者は引き出しを見て緑のタブがついたカードをさっと抜き出すだけでいい。うわー、シンプルだけど効果的ですね。まさにアナログの検索エンジンだ。さらにスキルだけでなく知能テストまで導入したというのがアメリカらしいというか、陸軍一般分類テスト AGCT ですね。兵士を A から D までランク分けするというのはちょっと露骨な気もしますけど。確かにそう聞こえるかもしれません。でもその目的は非常に戦略的でした。一番優秀な人たちを一箇所に集めないことだったんです。あえて各部隊に分散させることで、どの部隊にも頼れるやつがいる状態にしたかった。
ああ、なるほど。軍全体の平均点を上げるという発想ですよね。この第一次大戦で作られた基礎が後の第二次世界大戦で国家総動員レベルの大規模な人材管理につながっていくわけです。でもその間には20年近い平時の時間がありますよね。軍縮の時代ですし、そのノウハウってちゃんと維持されてたんでしょうか？非常に良い点ですね。そこがアメリカの強さでした。第一次大戦後、大規模な軍縮は行われたんですけど、人への投資は止めなかった。陸軍兵器学校とか大学の ROTC 予備将校訓練制度を通じて毎年技術将校を育成し続けていたんです。なるほど。細々とでも続けていたと。この小さな流れがいざ第二次世界大戦が勃発した時にシステムを再起動させて急拡大させるための巨大な基盤になったわけです。そして第二次世界大戦が始まり、第一次大戦のシステムが今度は国家総動員レベルで大拡張されるわけですね。全国から徴兵された若者全員がまず受付センターで面接とテストを受けて、一人一人に3桁の専門技能番号 SSN が付与されます。 SSN ですか？具体的にはどんな番号なんですか？例えば014番は自動車整備士、405番は事務員タイピスト。一方で純粋に軍事的な職種、例えば745番は小銃手とか。なるほど。戦車部隊を新しく編成するなら、戦車操縦手の736番を何名、整備士の014番を何名というふうに番号で人材を発注していったんですね。まるで部品を発注するみたいだ。まさにこれが現代の軍隊で使われている特技区分、いわゆる MOS の本当の始まりですね。へえ。人事カードもさらに改良されてパンチカード式になりました。カードの縁にたくさんの穴が開いていて、特定のスキルを持つ兵士は該当する番号の穴が切り欠きになっている。そこに長い針を通して持ち上げると、該当者のカードだけがスッと下に抜け落ちる仕組みです。検索効率が飛躍的に向上しました。これだけ聞くと完璧なシステムに見えますけど、こういうトップダウンの壮大な計画って大体現場で予期せぬ問題が起きるものじゃないですか？資料によると各部門が優秀な人材の奪い合いを始めたとか。おっしゃる通り、当初は大混乱でした。陸軍内の航空隊とか受品部とか各部門が自分たちの組織に優秀な人材を囲い込もうと熾烈な獲得競争を始めてしまったんです。特に速記やタイピストといった事務処理能力の高い兵士が引っ張りだこだったそうですね。まさに膨大な書類仕事が発生しますからね、軍隊は。この混乱を解決するために最終的にリクルート活動を陸軍全体で一括管理する強力な中央機関が作られました。それで事務スキルを持つ兵士は後方に集中的に配置して、前線の兵士が戦闘に専念できる体制が整ったと。そういうことです。その流れの中で1942年には新しい制度が次々と生まれます。一つが技術兵、テクニシャンという新しい階級ですね。これ面白い仕組みだと思いました。例えば高度なレーダーを整備できる専門家は軍にとって非常に価値が高いじゃないですか。でも彼に部隊を率いる指揮能力があるとは限らないじゃないですか。なるほど。そこで給与は高いけど指揮権は持たないという専門職のための新しい階級を作ったのです。そしてもう一つ、さらに野心的なプログラムが始まります。陸軍専門教育プログラム ASTP。 これにわかには信じがたいんですが、戦争の真っ最中に優秀な兵士を戦場から引き上げて大学に戻して高度な教育を受けさせるという、一体どういう発想なんですか？長い戦争を見据えていたからこその大胆な先行投資ですね。将来軍を率いるエリートや高度な技術開発を担う人材を今のうちから育てておこうという、ギャンブルですね。まさにギャンブルともいえるプログラムでした。しかしこれほど巧妙に設計されたシステムにも予期せぬバグ、つまり弊害が生じ始めます。そしてその問題が皮肉にも最も過酷な最前線を支える歩兵に集中して現れたというのがこの物語の核心につながっていきます。一体何が起きたんですか？花形だった陸軍航空隊が優秀な人材をいわば独り占めし始めたんです。独り占め。 AGCT、つまり知能テストのスコアが最も高いクラス1とクラス2の兵士はそのほとんどが航空隊に吸い上げられていきました。その結果、最も過酷で最も死傷率の高い歩兵部隊にはどうしても知的レベルが相対的に低い兵士が集まりがちになってしまった。
1943年時点では航空隊の1兵卒の平均スコアが陸軍全体の将校になるための基準値を超えるという異常事態まで起きていたんです。それは深刻ですね。現場の歩兵部隊からすれば、分隊をまとめたりとっさの判断ができたりするリーダーシップのある人材がどんどんいなくなるという悲鳴が上がったと。そこでまずメスが入れられたのが、優秀な人材を吸収しすぎていた ASTP でした。1943年にプログラムが大幅に縮小され、大学で教育を受けていた学生の多くが今度は歩兵として前線に送られることになったんです。うわー、それはきついですね。国のためにと最高の頭脳を集めて大学で勉強させておきながら、戦況が悪くなったらやっぱり君たち銃を持ってこいと。兵士たちの心境を思うとやりきれないものがありますね。はい。しかしそれでも状況は改善しませんでした。そして1944年、ノルマンディー上陸作戦以降、ヨーロッパ戦線での歩兵の損害が想定をはるかに超えたとき、この精巧なシステムは限界を迎えます。結局小手先のやりくりではどうにもならなくなりました。そこで前例のない措置が取られたわけですね。国内の陸軍航空軍や広報業務部門から合計で約10万人もの兵士が地上戦闘部隊へと強制的に転換されたのです。つい先日までタイプライターを撃っていた兵士がいきなりシャーマン戦車の機関銃士に配属されるなんてことが起きたわけです。なんかその話どこかで聞いた覚えがありますね。そしてこの大規模な配置転換を裏で支えたのが婦人陸軍部隊 WAC の存在でした。当時の彼女たちの採用スローガンはフリーアマントゥファイト、つまり男を戦闘に解放せよ。女性を大量に採用してデスクワークを担わせることで、男性兵士からペンを取り上げライフルを持たせて前線へ送り出すという総力戦体制です。ネットフリックスで映画化された黒人女性だけで組織された第6888中央郵便大隊もこの流れの中にあります。適材適所という言葉の裏にある総力戦の冷徹さを感じますね。でも10万人ものデスクワークの兵士がいきなり最前線に送られたわけですから、現場は相当混乱したんじゃないですか？その通りです。例えばフランス語が喋れる優秀なタイプライターの技術兵が歩兵の作戦に駆り出されて、自分より階級が低い戦闘経験だけは豊富な一等兵の指示を受けなければならないとか。その話もなんかどこかで見た記憶が。一方で補充された側の不満はもちろんですが、受け入れる側も大問題でした。後方から高い階級を持つ技術兵が補充されることで、本来その部隊で叩き上げで昇進するはずだった古参の戦闘兵の昇進枠がいきなり埋まってしまう。それは士気に関わりますね。これで部隊の士気が大きく低下したんです。そんな無茶苦茶な状況を現場はどうやって乗り切ったんですか？ここがアメリカ軍のある意味すごいところなんですが、現場の指揮官たちは驚くべき荒技でこの危機を乗り切ったんです。それはどういう？例えば転属してきた元下士官をまず分隊長みたいなリーダー職で試してみる。で、数日の戦闘で能力が足りないと判断すれば容赦なく降格させて別の兵士と交代させる。なるほど、実力主義というか。そういう試行錯誤を繰り返しながらなんとか部隊の戦闘力を維持した。この混乱は戦争が終わるその日まで続きました。なるほど。こうして見てくると第二次世界大戦のアメリカ軍の人材マネジメントは決して完璧なサクセスストーリーではなかった。でも膨大な兵隊と機械化戦争を支えた根幹であったことは紛れもない事実ですね。そして興味深い後日談があります。縮小されて歩兵に回されたASTP 出身者たちです。大学に行っていた人たち？はい。彼らの多くはその高い知的能力を前線で発揮して非常に優秀な兵士になったといいます。さらに戦後、彼らの中から科学者やかの有名なヘンリー・キッシンジャーのような著名人が多数輩出されました。戦争の真っ只中にありながら結果的に未来を担う人材を育てていたとも評価できるわけです。なるほどなるほど。こうして見てくると第二次世界大戦におけるアメリカの本当の武器は無数の戦車や航空機そのものではなく、この巨大で複雑な人という資源を国家の隅々から見つけ出しデータ化し最適化しようと試みたこの壮大なシステムそのものだったのかもしれないという気がしてきますね。テクノロジーや物量だけでなく、それを扱う人という最も重要な資源をいかに科学的に管理し最大限に活用しようとしたか、その壮大な社会実験ともいえる試行錯誤のプロセスこそが戦争の勝敗を分けた隠れた要因だったのかもしれませんね。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。